こんにちは、笠尾です。漢字でわかる絵画と絵本の絵の深読み教室を始めていきたいと思います。今ご覧いただいている YouTube の深読み教室なんですけれども、これはですね、中野駅近くのループ中野さんで行っている第2土曜日です。それの5時から行っている対面での2時間かけて行う絵本の絵の深読み講座と、Zoom で行っている第4金曜日、19時から行っている絵本の絵の深読み講座と連動しております。ループ中野さんではですね、深読みする絵本についてはご購入いただいた上で、その絵本をですね、ご自身でめくりながら、私の方からいろいろ質問させていただくんですよね。で、それに対して、それってどういうことかなとかっていうのを見ていただきながら、答えを探してもらうと。答えといってもですね、一つじゃないわけですよね。人によっていろんな答えが出てきますので、皆さんでそれの答え合わせをしながら、答え合わせをしながらっていうか、語り合いながらですね、そんなこともあったのかみたいなことを見つけていくと。これやっていきますと、私も十分深読みして臨んでいるんですが、一つや二つはですね、気づいてないこととか、皆さんから教えてもらうこともあるんですね。そういうわけで、皆さんと一緒に読んでいくということの大切さ、そういうことを知っていただくということにもなっております。一方ですね、この YouTube の深読み教室では、深読みするために知っておくと良いことですね。そういうのをテーマごとにまとめてます。よく言ってる、私が言ってるですね、ビジュアルリテラシーですね。そういうものもですね、項目に分けて、これについてはこの絵本からちょっと引用させていただいてご紹介しようとか、そういうようなことをやっているのと合わせて、私がですね、そういう深読みをしながら見つけたいろんな面白い絵本ですね。それからあまり日本では紹介されていないような翻訳絵本ですとか、日本の絵本と翻訳絵本とはだいぶですね、対象年齢も違いますし、狙っているところも違いますので、面白いといえば面白いんですよ。ぜひそういうのもですね、見ていただきたいなと思っております。ということでですね、お話として聞いていただく分にも結構面白いのではないかと思っております。今回はですね、絵本の先ほど申し上げましたループ中野さんで行っている深読み講座に来ていただいた綿棒の絵本で有名な金子真紀さんからですね、ご検本いただいたイチゴリラ、こちらでございます。これですね、これについてちょっと深読みをしてみました。面白いんですよ。面白いので、ちょっと皆さんと面白さを共有したいということで、これについてご紹介させていただこうかなと思っております。引用させていただくのは表紙、それから、見返し、中表紙、そこから1見開き2見開きぐらいですかね。そのぐらいちょっとご紹介させていただこうと思っております。まずこちら、表紙ですね。いちごゴリラ。これしりとりってやつですよね。1、5で次は5から始まるものって、5から始まるの何かなってゴリラって、これよくしりとりで使う例として出てくるものだと思うんですけども、これだけ聞いてても面白くないですけども、それが絵になるとこれだけ面白いと。面白いですよね。ゴリラのちょうど頭の出っ張り部分がイチゴにかぶってて、こんなぴったり合うんだみたいなところの面白さですね。で、このヘタの部分の緑とかなかなかいい感じじゃないですか。で、それをさらにですね、これ格付けしているというか、イチゴですよね。イチゴ柄の額縁でできていて、しかも金ですよ。金でできてそうな感じの額縁ですね。で、じゃあ裏表紙はって言いますとこうなってますね。おや？バナナですね。なんでバナナ？イチゴゴリラでどっかでバナナ出てくるんですかね。そんな感じですね。で、しかもこの色も黄色でバナナ色じゃないですか。これはなかなか面白そうですよね。では見返し見てみましょう。見返し。あれ？お月様ですね。月がこれだけありまして、で、背景はブルーですね。ブルーに黄色の月。なんで月とかって思いますよね。ただこれなんでかなとか思いながらよくよく見ていくと、あれ？これ何っていう。これ何と出てきますよね。バナナですね。つまりバナナに似せた月がここの見返し部分に模様になってるってことですよね。ほー、ちょっと洒落てるなってきますよね。これはなかなかね、気づいてない方多いんじゃないですか。じゃあ次いきますよ。ここですね。中表紙。中表紙。ここでもね、1ゴリラって書いてありますけど、このインパクトがなくなってますね。このインパクトがなくなっている代わりに、
女の子がいて、奥の方にはゴリラのぬいぐるみがありますね。でその前には、いちごを持っている女の子で、お皿の上にいちごとバナナ、あとカバとリスですね。これだけいると。でこの女の子、ちょっと見てください。左手で持ってますね。多分ね、この子右利きだと思うんですよね。で左手で持っていて、右手は頬杖ついていて、目はなんとなく前の方ぼんやり見てますよね。何してんですかね。何してると思います？多分ですよ、なんかこう想像しちゃってるんじゃないですかね。いちご持ちながらみたいなことを何考えてるかっていうところですね。さてさて、この服見てください。服、これね、ブルーでしょ。それに三日月の模様なのか、さっきのバナナの模様なのかで、よくよく見ると星もありますよね。つまり星が出てるんだから、これは、月なんじゃないかという気がしますが、これですね、ちょっとよく見てみるんですが、やっぱりですね、こうヘタみたいのあるんですよね。ですので、しかもですね、上向きと下向きとかがあって、この辺どういう意図かなっていうところを考えるとですね、いろんなことを考えさせようとしていると思えるんですね。月のようなのもあるし、バナナのようなのもあるし、もうまさにこれですよね。月なの？バナナなの？いやバナナでしょ、いやいやいや月でしょ、みたいな感じの服なんですよ。でイチゴを見ながら物思いにふけっている女の子ということですね。もうここまででも面白くないですか？もうこれですね、言葉の上で、イチゴ、ゴリラ、しりとりですよね。これよくあると。言葉で聞いていても、ああ、しりとりねって話ですけど、それが絵になったら面白いですね。で逆に、今度はこちらですよ。こう月とバナナは似てるよねって。輪郭が、形が。で、似てるよね。だからこうやって出してみる。ああ、似てるよね。こっちが言葉としては語を共有しているっていう意味で似てますよね。言葉で似ている絵にすると面白い。こちらはちょっと気づかない、でも気づいてみると面白い。だからこの絵の面白さと言葉の面白さと両方をここでは味わおうっていう意図がなんとなく見えてきますよね。で女の子は考えてるってことは何かしらそんなことを考えてるって感じがするじゃないですか。さてさて、では引用させていただいちゃう第一見開き、こんな絵ですよ。ね、このゴリラは右利きですね。もう明らかに右手で食うぞっていう意思を示してますね。でこう緑色の蝶ネクタイしてますね。服は青で、多分彼女と一緒にデザート食ってる食べているというような状態ですね。さて、この緑色の蝶ネクタイ、実はこのゴリラもしてるんですよ。蝶ネクタイねえ、緑の蝶ネクタイ響いてますよね。こういうところも細かいんですよ。でなんでじゃあ蝶ネクタイしてるんだっていう話ですよ。なんで蝶ネクタイしてるのか。ここでゴリラがイチゴを食べるとどうなるかですよね。ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけど、こうなります。なんかこちらよりもよりなんかこう衝撃的な感じになってません？もう彼女の方もなんか吹いちゃってますし、で彼の方もどういうことみたいな感じの顔してますよね。こちらの時と違って不安げな顔じゃないですか。でこの他に皆さん気づくことありません？よく見てくださいね。その1ページ前はこうなってるよね。こうなってるでしょ。結構ね、顔がイチゴになってるっていうことが衝撃的で他に気づきにくいんですけど、ゴリラ裸ですよね。ここで服を着ていたゴリラがここで裸になってるんですよ。で、このずっとですね、この先続いていきますと、
ここに出てきている動物たちとかみんな何かしらになるんですよ。フルーツだったり、果実だったりそういうものになるんですね。でその時みんな裸なんですよ。でじゃあなんで裸かって話ですよね。だってここで裸でしょ。ね、ここで首のところに蝶ネクタイはしているけれども他裸じゃないですか。わざわざその人間のように服を着させておいて、でイチゴを食べたらイチゴになるよっていう時に裸にすると、これなんか不思議じゃないですか。なんでそんな手間の込んだことするのかと。でその後ですね、カバリスも何かしらになるわけですね。でその時も服着ているんだけど服を脱いで何かしらの果物になっちゃうんですよ。で衝撃的なのは最後にこの女の子がバナナを食べるとバナナの女の子になっちゃうんですよね。ということはこの流れでいくとですよ、この女の子不安になりません？この女の子バナナ食べたらどうなっちゃうんだろう、ドキドキみたいな感じしますよね。さて大人の皆さんはこの結果をぜひ本屋さんに行って本を買って見ていただければと思っているのであります。ということでですね、非常に何て言うんだろうな、服装的にいろんな謎をかけているみたいなところがあるんですよ。でお子さんからすれば非常にストレートにこの絵としてゴリラがイチゴになってるのが面白いっていうところに行くと思うんですけども、深く見ていったら大人でもこれ面白いんじゃないですか。ぜひ皆さん本屋さんでこの女の子の最後どうなっているかをご覧になっていただきたいと思うわけであります。いかがだったでしょうか。このようなことをですね、お子さんの絵本であっても買うのは大人じゃないですか。だから大人がクスッと笑えるとかちょっとこれ面白いよねって思うものの方が多分買いますよね。そういう意味でですね、こういう絵本面白いのを見つけましたらまた皆さんにご紹介したいと思いますし、皆さんの方でもですね、これ面白いよねっていうのがあったら私にご紹介いただいて、何ページか引用させていただきながらなぜ面白いのかっていうことの謎解きをさせていただこうかなと思っております。ということで面白いと思っていただけるようでしたら高評価、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。では。